ここはちょっと見たいとこありますか？ないです。本当に？ないです。本当は？ロマンで包まれてるんで、もうすべてロマンで終わります。当時を知ってる方からして、うわ、懐かしいって思ってもらえるものを残しておきたいなっていう気持ちもあります。ボーイズ&ウィルズ TV のお時間です。今日はガールズ&ウィルズ TV です。ご案内はいつもの通り司でございます。ゲストはこちらの方、お名前は？楓です。お住まいは？関東です。年齢は25歳です。お仕事は？事務職やってます。そして楓さん、こちら車なんでしょうか？日産の 180SX です。年式は1998年式です。後期型になるのかな？後期型ですね。今日は楓さんと日産 180SX でガールズ&ウィルズお届けします。お楽しみに。楓さん、愛車遍歴教えてください。これが1台目になります。お、初めての愛車。はい、惚れました。いいですね。なんで180にしたんですか？リトラに惚れて、本当は RX7 の FC を狙っていたんですけど、お母さんの意見とかお金の関係も含め、180がいいんじゃないっていう声があったので、180を探していました。いつどこでどうやって買ったんでしょうか？近所の中古屋さんで、2022年に買いました。すぐ見つかったんですか？すぐ見つかりました。なんか条件とかはあったんですか？オートマ。オートマ。こちらオートマの答え。そうですね。免許は？オートマ限定です。いいですね。僕はね、この180にね、オートマに乗ってらっしゃるっていうのがね、とても粋だと思います。お母さんどんな意見だったんですか？180いいじゃんみたいな感じで、もう押せ押せって感じでした。買いに行ったのもお母さんと一緒に？お母さんはお留守番してて、お父さんを一緒に連れてって感じですね。その時お父さんの反応は？もう180いいんじゃないみたいな感じ。多分自分も乗りたいのもあって。なるほどね。多分お父様お母様もね、世代なんじゃないかなと思うんですけど。はい。何キロぐらい走ってる答えですか？これは今は10万キロになったんですけど、買った時は7万キロで買いました。で2年です約3万キロ。そうです。まあまあ乗ってますね。いやでも、最初の1年とかは全然乗ってなかったので、最近多いかなぐらい。なんでリトラクタブルヘッドライトが好きになったんでしょうか？小学校ぐらいの時に高速で、多分ロードスターが目開けて走ってて、そうです。何あれってなったのがきっかけで、お母さんたちに情報を得て、リトラってそんなものがあるんだってなったのがきっかけです。確かに今の車はね、ないです。ないですよね。すごいと思って、その夢を叶えたという。叶えたって感じ。なんでロードスターにしなかったんですか？ちっちゃくて可愛すぎるんで、絵に描く車が結構好きなので、四角めが好きなので。そう、今日ね、もっと丸っこいかなと思ったらやっぱりちょっと角張ってんですね。意外とね、それがやっぱかっこいいなと思いました。楓さん、この個体の特徴を教えてください。前のオーナーさんがフロントバンパーだけが中期の車外のものがついていて、前を見たら中期型、あとは全部ほぼ純正で揃っている個体となっております。いいですね。はい。顔はじゃあ後期顔に変えたいとかあるんですか？変えたいはあるんですけど、これで私の180って覚えてくれてる方が多くって、変えるに変えられない。これ欲しい人もいるんじゃないですか？狙ってくる人は結構いらっしゃいます。じゃあ変えて差し上げたら？それは絶対にしないです。なんでしないの？やっぱ貴重なので、そうですよね。お家に飾っておきたいなって思ってます。たとえ後期型にしたとしても、絶対にあげません。この中期型のオプションは飾っちゃう。テールの方は？テールランプだけ中期のがあるので、お家に飾ってあります。飾ってあるんですね。神棚みたいな感じ。そうですそうです。いいですね。ここはちょっと見たいところありますか？ないです。ないの？はい。本当に？ないです。本当は？ロマンで包まれてるんで、もうすべてロマンで終わります。素晴らしい言葉いただきました。ロマンで包まれた180、早速市場に行ってまいります。乗り出しました。めちゃくちゃ綺麗なんですよ。綺麗ですよ、この子は。びっくりしました。何年式でしたっけ？1998年です。今から何年前？27年ですね。あとさ、このエアコンパネルいいですね、これね。色も可愛いですよね。この時代の液晶は緑に感じますね。レトロ感あります。この写真なんですか？海ホテルで声かけてくれた外人のお姉さんとのツーショット。やっぱり声かけられる？かけられますね。皆さん知ってらっしゃるんですね。180って言われます。街中でも？街中では写真撮られます。結構信号待ちとか。そうですよね。そうなんですよ。純正の足回りですか？そうです。何も変えてないです。へたれがあんまないですね。本当ですか？気持ちが良くないですか？眠くなります。本当に居心地が良くて。なるほどね。いろいろつけてますけど、これは何ですか？ドリームキャッチャー的な。そうですよね。女子乗ってますよっていうのを見せたくて。なるほど。ちょっとだけでも。
あ、このナンバーは何ですか？彼氏に買ってもらったこの車種が書いてあります。 180SX。 そうですよね。ちなみに彼氏車何乗ってらっしゃる？大学生で乗りたい車はいろいろ言ってるんですけど、今はアテンザ。いいじゃないですか。あれめっちゃいいと思いました。ということは年下の男の子。あ、そうです。車がきっかけで知り合ったんですか？あ、そうですそうです。じゃあよかったですね。どうですか、彼女さんがこんなねかっこいい車乗ってると嬉しいんじゃないですか、彼氏さんも。大国一緒に来てくれますし、私の車運転したりもする。なんて言ってました？やっぱいいなって。13シルビアを本当は狙ってる。いろいろ言ってます今。じゃあ買ったらボーイズ&ウィルズあ、ぜひ出ていただいて、はい、いいですか？言っときます。この2年間で3万キロって結構な距離なんですけど、どんな使い方してるんですか？転職する前に、はい、この辺の近場で働いてたんで。あ、そうですか。ちょっとパーキングとかよく遊びに来ちゃってたんですよ。はいはいはい。移動距離がまあまああるんで。そうですよね。伸びちゃった。伸びちゃいました。気づいたら。乗る頻度は？今は転職して毎日乗ってます。通勤しておじさまとかの視線はどうですか？はい、会社のおじたちが「はい、お新人」って言われて「はい」って言ったら「180乗ってるんでしょ」っていうので会社内で有名になってました。普通は小型の車とか、軽自動車とかで通勤されることが多いと思います。まさかの180僕乗ってたよとかありますあります。2人ぐらいいらっしゃいました。ですよね。はい。僕の姉の旦那、足見てるも乗ってたよね昔ね。グレーのガンメタの中期型に乗っててね、かっこいいなと思ってました。それ以来の180に乗ったんで、本当に30年目ぐらいめちゃくちゃ嬉しいです。白は狙い撃ち。最初はそうでもなかったんですけど、今となってみたら、夜も映えるので白で絶対良かったって思います。子供の頃はどんなお子さんだったの？気づいたら家にチョロ Q が結構あって、お父さんが車好きだったんでしょうね。今考えればめちゃめちゃテーブルの上でチョロ Q で遊んでて、車好きに育て上げられてたのかなって思ったりもします。180購入されて結構車のお友達もいるみたいじゃないですか。それはやっぱり SNS と大黒と海ほたるとオフラインが2件とオンラインが1件。あ、そうですね。友達たくさんできて。めっちゃできました。エビちゃんもお友達いらっしゃるんですね。そうです。ブルーのサンシルビアの、はい、同じベース車として全然違う車ですけど、かっこいいですよ。やっぱり女子のお友達が多いんですか？普通に乗ってる人が少ないんで。そうか。撮影前にお話ししてて、オートマを結構話出たじゃないですか。はい。どういう話でしたっけ？オートマ限定で走るような車を乗ってると、オートマなのって言われることが多いんですけど、それに対してどう思いますか？いいじゃんってね、もちろんマニュアルで乗るのも楽しいんですけど、そうオートマに乗る楽しみが絶対にあると思ってて、それこそ結構スポーティーに乗れると思うし、スーッとゆっくりね楽に乗るっていうのもね絶対かっこいい乗り方の一つなんじゃないかなと思うんですけど、こういう車に乗るときはマニュアル免許を取らなきゃいけないと思ってらっしゃる方も結構いると思うんですけど、そうじゃなくてオートマでもねかっこいいんですよね。オートマ結構答えないんですか？本当になくって、近くにあるってなったのですぐお父さんを連れて見に行きましたね。そうここ出ていただいた方、家の真裏の車屋さんで欲しい車があったとか結構あるんです。だからもう運命的な出会いをなさって一緒の車になさるってことになるんじゃないかなと思ってます。月の維持費はどんな感じですか？考えたことないですけど、大きな故障はないです。旧車乗るって最初から覚悟して乗ったわけじゃないですか。その辺のバランスとか自分で思うとこあります？いやー、ロマンを買うって本当高いって思います。でもやめられない。その魅力とは？走ってるだけでもかっこいい、止まってるだけでもかっこいい、見た目 100% ですね。リアウィングがついてるじゃないですか。結構造形がうわーってなってるじゃないですか。これはオプションですか？普通に純正なんですよ。あれがかっこいいですよね、あれね。この時代の日産の人がセンスが良かった。保管状況はどんな感じですか？カーポートがあるんで、そこの下に入ってます。どうです？初めて乗った時のこと覚えてます？ 11月に納車されたんですけど、多分1ヶ月2ヶ月ぐらいただ眺めて終わって。それエビちゃんも同じようなこと言ってましたけど運転するの怖かったみたいな。怖かったです、傷をつけるぐらいなら乗らないっていう。眺めたりここ座ってみたり。そうですね、写真撮ってました。それで1月2月は見る専門です。乗る専になられた転換期は何ですか？ SR ミーティングっていうのがあって、180とかシルビアの SR エンジンを乗っけている車だけが集まるミーティングに見に行こうってなって、友達送ったりとか練習し始めて、気合でそこに向けて。はい。で高速でしょ？高速の方がでも怖くなかったですね。入っちゃえば。それ一人で行ったんですか？当時付き合ってた彼氏を連れて。そこがじゃあブレイクスルーだったわけですね。はい、そうですね。今毎日乗ってるんですもんね。今は毎日乗ってますね。いいですね。
今後車どうしたんですか？今相当状態いいじゃないですか。後期バンパーは本当に欲しいんですけど、純正の。でもそんなにカスタムしたいわけではなく、ちょっとマフラー変えて音良くしたりとか、タイヤと隙間がすごい広いのでちょっと車高を落としたいなぐらいですかね。ベタベタにするんじゃなくて。ベトベトじゃないですわ、ちょうどいいぐらい。でもね、僕ね、この年代でこの車高を保ててて、そうなんですよ。こんな車高高かったんだみたいな。それがでも狙いですよ。まんまでやられてます。やられてます。そこがいいなと思ったんです。当時を知ってる方からして、うわ懐かしいって思ってもらえるものを残しておきたいなっていう気持ちもあります。めちゃくちゃ美しいなと思いました。そういう声があると変えられないんですよ。一方ではね、ベタベタの方もそれもそれでかっこいいんですよね。そうなの。何台も欲しくなりますよね。車庫単用とノーマル用で。彼氏さんにそれじゃあ。だからシルビアを買ってもらえれば、180じゃなくてもいいって。13シルビアがいいです。完璧じゃないですか。完璧ですよ。リトラクタブルヘッドライト挨拶があるんですって。あります。とは何ですか？同じような車種とか180が多いんですけど、対向にいたりとかした時に、ライトつけないでリトラだけパカッと開けてくれて、開け返すっていう挨拶。そんなことが行われてるんですか？いいな、リトラに乗るとそれができるんですね。楽しみですよ。それも先週お出かけしてる時に180とすれ違いまして、リトラパカッと開けてくれたので開け返したら、さらに自分たちも手で挨拶するっていう挨拶のオンパレード積み重ねるわけですね。そういうのがやっぱりロマンにつながるのかしら。確かに昔の車だからできるっていうので、そうわざわざ旧車に乗るロマンってそういうところにも垣間見れますよね。ロマンといえば手もかかったりするわけじゃないですか。車検も高かったりとか。部品はどうですか？変えたいのにないとかあって、代用でこれならつきますみたいなのはあります。なるほどね。でも乗りたい。乗りたいです。どこが最大の魅力でしょうか？全部古い感じの車だなって思うんですよ。もちろん形もそうなんですけど、内装とかもカチッて押した感じがすごいするボタンとか、便利なものが増えてる中、不便とは言わないですけど、昔はこうやって作ってたんだとか思うと、全て愛おしくて可愛いなって。そうですよね。今はね、安全性能いろいろついてたり、これは運転席だけ今エアバッグついてますよね。確かに助手席にはついてないし、サイドのエアバッグとかもないし、そういうのついてないけれども、部品のことも考えると大変だけれども愛してるってことはやっぱそこロマンですね。本当にロマンです。車買ってからやっぱロマンだなと思いました。買う前からロマンチックですか？買った後ですね。しばらく乗ってから。そうですね。友達の車とか乗ったりすると新しい車が多いので、これできないのって言われたり、できないわみたいな、それに気づくっていう。でもそこがまたいい、ないから昔の車だからみたいな、今当然のものがないっていうのが逆にいい。確かに不便なりにも楽しみがあると。そうです。まず不便と思ってないし。思ってないです。そこが180。もうね、寒いぐらい冷房効いてるんですよ。効くんですよ。180で冷房暖房効くの珍しいんですよ。そこもいい子なんで。はい、乗ってまいりました、カイさん。ロマンがたっぷり詰まった本当にいい車で、でお話も本当にロマンチックで気持ちよかったです。180の魅力たっぷりで気持ちよくて声がこんなになっちゃいましたけどというぐらいの素晴らしい車でございました。カイさん、ロマンがたっぷり詰まった 180SX、100点満点中何点でしょうか？100点、いや120点。おおその心は完璧すぎます。完璧すぎますよね、そうなんです。もうね、さっきも何回も言いましたけど、オートマで乗ったっていいじゃないかと。カイさんにぴったりだし、マニュアルじゃなきゃいけないんじゃないかなと思ってる方も、そんなことない、オートマだからこその楽しみ方もあるということで乗っていただければと思います。そして最後にマイスさん 180SX 乗り続けますか？ずっと乗り続けます。ずっと乗り続けるという楓さんでございました。今回のガールズ&ブリッジ TV、楓さんと日産 180SX98 年式でした。ありがとう、また見てね